第2段階は合格だよ。引き続きあなたの能力を試すための第3段階の実験に入るね。あれ、第1段階なんてやったっけ？そんな覚えないけど。あなたがパスワードを入力してこの指令室に入った瞬間に終了しているよ。もしかして。そう、22組128通りのパターンで構成されたパスワード。私が仕掛けたものだよ。あんなの覚えられるわけないじゃない。複雑すぎよ。ランダムだったりリアルタイムで変わるパスワードの方が安全よ。ちなみに途中でパスワードを間違えてたら今頃あの世行きだね。危なすぎない？そんな非人道的なやり方、私以外に正解できるわけないでしょ。待って、もしかして私が来るのを前もって知っていてあのパスワードを設定したってこと？さてどうかな。ここからは第3段階の実験だよ。これに合格できたらナビゲーターをあなたの指導教官にしてあげる。ただし第3段階ではあなたの能力の実験と開発を重点的に行うから死んじゃうかもしれないね。死んじゃうかもってどういうこと？死ぬ確率はゼロじゃないってこと。もし参加しないなら今後ナビゲーターとの接触には正式な手続きが必要になるよ。ドライバーになった方がナビゲーターと関わる機会が増えるんじゃないかな。ドライバーを目指したらどう？ダーリンは諦めたりなんかしない。受けて立つわ。これでつくも玉木の次の試験が決まったね。死ぬかもしれないんでしょ？具体的な内容は？これからの1週間で現在の侵略が何回あるか予測してもらうよ。なるほど。現在の我々の科学技術では総務の発生は予測できない。発生してから一定時間が経たないと感知できないからな。でもアイギスには予知能力者が数名いる。中でも有力なのはドロシーか。そう、九州の魔女ドロシー・ドリッチ。そういえば少し前にダニューブへの移動を申請していたね。私が許可を出さなかったけど。そういうことか。おかげで恨まれたよ。まさか博士が阻止していたとはな。ドロシーの未来を占う能力の精度は 30% 程度。30%。科学的な手法を使わずにこの精度とは恐ろしいな。そうだね。仮にある人の死期が分かったとすればその人は 30% の確率で死ぬってことだから、ドロシーの予言があれば総務の発生前でも九州支部は 30% の兵力を投入するんだよ。ならつくも玉木は？能力はドロシーと同じといったところかな。いや、予言の精度は劣る代わりに運命を変えることができる。未来予知について知りたいことは山ほどあるけど、まずはつくも玉木の能力の限界を知っておきたい。だからあなたがいつもドライバーにしているみたいにつくも玉木の信頼を得てね。博士はつくも玉木の話を信じているんですか？俺はなるべくギアのそばにいてやりたいのに。現実逃避は問題解決にはならないよ。それにもしあの子の話が本当なら、あなたはあの子に夢中になって未来のお嫁さんに迎えるんだ。それはそうなるかもしれないってだけの話で。うん。さて、今から重要な任務を与えるね。貪欲コアと嫉妬コアについてだ。ついにあの2つのコアをどこに保管するのか決めたんだな。リミッターがない中であの2つのコアが総務を発生させ続けている。
ダニューブのドライバーは休む暇すらない。嫉妬に破壊された第三研究室はすでに 80% の機能を失っている。それで最終的にこの2つのコアをカティアにある第一研究室に移すことにしたの。カティア支部長のアエリタがみんなにとってメリットとなる提案を出してくれた。この件に引き続き取り組みたい人なんて誰もいないからね。で、俺は何をしたらいいんですか2つのコアを研究員たちと共にカティアの箱舟へ届けてほしいんだ。研究室を守るためにカティアで大量のドライバーを投入してくれている。カティアの安全を保障するために各支部からドライバーが派遣されているんだ。第三研究室の防衛班は満場一致で推薦された希望者で構成されている。第三研究室が再編されるまでの間、彼女たちは第一研究室のドライバーとして任務をこなしていたんだ。ドロリースたちも一緒に連れて行かなきゃいけないんですか？まだ再編してたったの3ヶ月ですよ。あなたが忙しくしている間に、あの子は頼りがいのある立派な隊長に成長していたんだよ。一体誰のせいで忙しいと思ってるんですか？特にここ最近は休む暇すらないんですよ。それは優しさと責任感が有り余ってるせいじゃない？今回だってつくも玉木のことを心配し始めてるじゃないか。そう言われると返す言葉もありませんね。無視できないんだからどうしようもないでしょう。お母さんはあなたが何をしようと止めるつもりはないよ。でも無理は禁物だからね。分かってます。今回の戦闘にはつくも玉木も参加するんですね。それは彼女が出航前にこのチャンスをつかめるかどうかにかかってるよ。彼女ならきっと来ますよ。